こんにちは、ミッキーです。今回は2026年最新レポート立川カフェ&グルメ5選です。大型商業施設と公園が隣接し、生活と余暇が自然に交わる街、立川。多摩エリアの中心として発展を続けるこの街は、ここ数年で飲食店の選択肢も大きく広がっています。気軽に使える日常向けの店から、少し特別な時間を過ごせる空間まで、用途に応じて使い分けしやすいのが立川の特徴です。昔ながらの洋食店から鉄板料理を落ち着いて楽しめるような専門店など、今回も立川の日常に寄り添いながら満足感の高い時間を過ごせる店舗を中心にまとめています。普段使いから休日利用までぜひ参考にしてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのは、立川のランチで大人気な洋食屋ニュートン。立川駅北口から徒歩5分、駅前の賑わいを少し抜けたエリアに店を構えるのがこちらの店です。大通りから一本入った立地で、周囲にはオフィスや住宅も多く、平日は会社員、週末は近隣の方がランチに訪れている様子が見られます。店内はテーブル席を中心に約50席、1階だけではなくてご覧のような2階席も充実していますので、1人でもグループでも利用できるような、そんなレイアウトになっています。内装はシンプルで昔ながらの洋食屋らしい落ち着いた雰囲気。肩肘張らずに入れる空気感がありまして、日常の食事として使いやすいようなお店です。店内にはビートルズのアビーロードをイメージしたようなインテリアが飾られていたりとか、どっか昭和レトロを感じるようなインテリアや小物の数々がありますので、ぜひそういった雰囲気も楽しみながらお料理ができるまでの時間も楽しんでみてほしいです。そんなニュートンさんのランチタイム定番が A、B 自由組み合わせランチ。A メニューと B メニューからそれぞれ一つずつ選べるような仕組みで、税込み890円という価格です。1000円せずにボリューミーにいただけますので、立川のランチ時に行列ができるのも納得できます。なお、立川駅北口からこちらのニュートンさんに向かう途中には、ニュートンさんのお弁当の販売もありますので、立川の昼食で時間がない際にはそちらのお弁当を購入するのもいいかもしれません。実は私もこのお店を知ったのは立川編のアドマチック天国。もしかするとご覧になられた方もいるかもしれません。さて、メニュー表には AB ランチセットもありますけれども、日替わり定食もありまして、そちらは720円と少しだけ安くなっていますので、特にこだわりがない方はそちらを注文するのもいいかもしれません。さて、こちらが AB 自由組み合わせランチ。今回はニュートンさんが最強コンビと太鼓判をしていますカニコロ&トマトチキンバジルクリームコロッケとハンバーグステーキの組み合わせを注文しています。カニコロと言いますのはカニクリームコロッケのことで、衣がサクサクで軽い口当たり、中のクリームは滑らかでカニの風味もしっかりと感じられます。揚げ物ではありますけれども、脂っこさは控えめ。ランチとして食べやすいような仕上がりになっています。加えてトマトチキンバジルクリームコロッケはトマトソースがクリームに絡み、イタリアン風味でいただけるコロッケ。チキンやバジルの風味が加わることでピザのような印象を持ちつつ、ボリューム感もあるメニューになっていました。そしてもう一つ、ハンバーグステーキは家庭的な印象の見た目。ソースがしっかり絡むザ定食のハンバーグになっています。柔らかくジューシーで洋食屋らしい甘みとコクのあるソースがかかり、肉の旨味を引き立てています。また小鉢に入った麺だったりとかアイスコーヒーまでついてきますので、その充実っぷりは抜群。お吸い物もサラダもついて、まさにサラリーマンの味方と言えるような定食屋さんかなと思います。ぜひ時間にゆとりを持って訪問してみてほしいです。続いてご紹介しますのは、立川グリーンスプリングスからリザラングリーンスプリングス立川。スペインの食文化ピンチョスを楽しめる人気レストランです。こちらは2023年4月にオープンした店舗で、立川グリーンスプリングスの中でも比較的新しいお店になっています。明るく開放的な店内で彩り豊かな前菜、サラダ、タコス、立川野菜やデザートなど
20種類以上のビュッフェが食べ放題なランチビュッフェで訪問しています。意外だったのは個室も完備している点。平日18時以降、土日祝日15時以降はルームチャージ1万円かかるようだったんですけども、もしかするとランチ時はかからないかもしれませんので、ぜひ予約していただいて、そのプライベート空間を楽しんでいただくのもいいかもしれません。改めて今回はランチビュッフェをいただいているんですけども、こちらのお店に関しましてはランチタイムはビュッフェのみ。アラカルトで注文されたい場合に関しましては、4時以降のディナータイムに訪問することをお勧めします。さて、ここからはビュッフェの様子をお届け。地元立川の小山農園から届くカラフルで新鮮な野菜と下田畜産の柔らかく旨味たっぷりの柔ら豚を使用。野菜はサラダやタパスで鮮やかに、柔ら豚は鉄板焼きや煮込み料理で濃厚な味わいを引き出します。地域の食材にこだわり、旬の恵みを生かした料理をお届け。ビュッフェは土日に関しましては時間制限100分なんですけども、テーブルチェッカーの予約限定で平日滞在時間フリープランもあるとのことです。ぜひここでしか味わえないような立川の魅力を堪能してみてほしいです。さて、実は昨年の9月末からメニューをリニューアルし、新たにタコスの提供もスタートしたとのこと。1人2枚のトルティーヤをいただくことができまして、自分でお好みのタコスを作ることができます。ご覧のように様々な具材もありますので、アレンジをしながらそのタコスも楽しんでみてほしいです。なお、追加のトルティーヤは1枚200円で可能。使用するトルティーヤはニュークラシックトルティーラクラブより直送、伝統製法のニシュタマリゼーションによって一晩かけて仕上げたメキシコ産の在来種トウモロコシを翌朝丁寧に製粉焼き上げることで、もっちりとした弾力と香ばしさが生まれています。無添加かつグルテンフリーになっていますので、安心してお召し上がりいただけるのも魅力です。そんなタコスに関しましては、カルニータス、タコソース、ティンガ、カチョス、サルサのメヒカーナ、サルサのペルデ、サルサのポラーチャ、ピコデガヨ、加えてワカモレがありまして、それらを組み合わせることでいただくことができます。ご覧のように1人2枚いただけるトルティーヤに関しましては、由来も違ってきますので、その由来も含めてオリジナルのタコスを実現してみてほしいです。もう一つ、このランチビュッフェでは、スペインワインやサングリア、ハーブティーなどのドリンクも飲み放題。お食事をしながらいただくワインだったりとか、食後にいただくハーブティー、そしてコーヒーなども満足感が高いランチに仕上げてくれます。加えてメニューとしましてメインを一つ選ぶスタイル。今回は数々のメニューからパエリアとパスタを一つずつ注文しています。メインは日によって変わってくるようなんですけども、パスタが2種類、他には鶏もも肉のアフリカンチキン、鮮魚料理、そして今回いただいたようなパエリアの中から選ぶようなスタイル。プラス料金にすることでマグロのステーキだったりとか、先ほどご紹介した古川畜産のやら豚のグリル、パエリアのフルサイズもいただくことができますので、メニュー表を確認しながら気になるものを注文してみてほしいです。さて、今回いただきました今週のパスタ、一見イカスミのリゾットにも見えるんですけども、こちらはイカスミとジャガイモのリゾット風パスタ。お米のような形状のパスタ、リゾーニを使ったリゾット風のパスタです。ホクホクのジャガイモにイカスミの旨味が染み込み、優しく深みのある味わいとクリーミーな食感が魅力です。もう一つは羊と野菜のパエリア。スパイスの効いたメルゲーズソーセージ、マトンのスパイシーソーセージを贅沢に使用した一品でした。そして最後、こちらは先ほどご紹介しましたタコス。盛り付けを変えることでまるで4種類違った種類があるように感じられるのも魅力に感じました。この地域行ってみたいと思っても情報量が多すぎて迷うことありませんか？このチャンネルでは実際に足を運んで体験したリアルな視点から観光や施設の魅力を丁寧にご紹介していきます。観光 PR や施設紹介、店舗紹介のご相談は概要欄のリンクからお気軽にどうぞ。それではこの後の店舗紹介もぜひ楽しみにしてください。続いてご紹介しますのは2024年10月にオープンしました鉄板あざみ立川本店。立川駅から徒歩2分ほどの位置にありますお店。駅近ながら一歩奥まった場所に店を構えるのがこちらの店です。立川南口に2024年に誕生した立川ジェムスに入居する大人の空間で、エレベーターを上り
店内に足を踏み入れますと、外の喧騒がふわっと和らぎます。黒を基調とした薄暗い空間を間接照明の柔らかな光が包み込み、まさに大人の隠れ家と呼びたくなるような雰囲気です。特別な食事の場として選ばれている理由が入店した瞬間から伝わってきます。店内は鉄板を含むカウンター席を中心に全席で約30席。個室を使う場合には1名あたり1100円を支払う必要がありますけれども、個室の用意もありますので、記念日をプライベート空間でお祝いしたい場合にはこちらもおすすめです。さて、今回いただきましたのはランチコースの工房。全8品から構成されたコースで、前菜からデザートまで一皿ずつ丁寧に流れが組み立てられています。まず初めに移していましたのはあざみ金星サラダオリジナルソース。見た目以上に満足感がある一皿になっていました。さて、続いては雪室じゃがいものポタージュとバゲット。低温で熟成されました雪室じゃがいもを使用したポタージュは口に含むと優しい甘みが広がり、舌触りは非常に滑らか。添えられたバゲットは表面が香ばしく、ポタージュとの相性も抜群でした。3品目は温州みかんのグラニテ。みかんの自然な甘みと爽やかな酸味が広がり、後味はスッと軽やか。口の中がすっきりと整いまして、次に控えるメインへの切り替えにぴったりの一品です。さて、こちらはメインの黒毛和牛赤身の鉄板焼き。赤身ならではのしっかりとした旨味がありつつ、火入れは柔らかく、噛むほどに肉の甘みが広がっていきます。油の主張は控えめで、肉本来の風味をじっくりと味わえる仕上がり。追加料金で部位の変更ができる点もお好みに合わせて選べるような嬉しいポイントになっています。鉄板焼きのお店ということもありまして、鉄板を運びながら会話も楽しみつつ、こういった出来上がってくるまでの瞬間を一瞬一瞬物語のように楽しめるのはまさに極上。ぜひ記念日等に利用してほしいようなそんなお店です。そんな特別な体験ができるお店だからこそ、サービス料が全体料金の 10% かかってきます。営業時間としましては、今回いただいたランチの時間帯は11時半から15時まで。ディナータイムは17時から24時までになっています。少し時間が遅くなってしまっても、いただけるところは少し嬉しいかなと思います。さて、そんなメインのともには、ご飯と香の物、そして赤だし。お米は山形県産のつや姫を使用。粒立ちの良いつや姫は噛むほどに甘みが感じられ、赤だしのコクとも好相性。赤だしに関しましても小ぶりなサイズで、すっきりいただくことができる、そんな大人な味わいになっていました。さて、ここで追加料金の800円を支払ってアレンジを加えていきます。一般的なガーリックライスとは違いまして、先ほどご紹介しましたつや姫にガーリックで味付けをしていく鉄板焼きのスタイル。その焼き上がっていくまでの香ばしい香り、加えて最後はおこげを作ってくれますので、そんな素材の楽しみ方をいろんなフレーバーで楽しめる満足感の高い一品になっています。一般的にイメージするような油っぽさがなかったのもとても印象的でした。そして最後はデザート。ご覧のように誕生日など記念の日に関しましては、事前にお電話することで記念プレートも用意していただくことができますので、ぜひ相談してみてください。デザートは宝玉卵の特製プリン。加えてコーヒーを一緒にいただいています。ドリンクはコーヒーか紅茶で選びましたので、お好みの方を注文ください。プリンは卵のコクがしっかりと感じられるような濃厚な味わいながら、後味は重すぎず、食後にもちょうど良い甘さになっていました。続いては立川駅直結の商業施設グランディオ立川の館内に店舗を構えるチョコレート専門店モンロワールのご紹介。こちらは雨の日や仕事帰りでも立ち寄りやすく、手土産や自分のおやつを探すときにも自然と選択肢に入るようなそんなお店です。モンロワールは神戸岡本に本店を構えるチョコレートショップ。チョコレートの鮮度を意識し、風味豊かで美味しいチョコレート菓子になるよう常に新しい気持ちと姿勢で製造を続けているブランドです。看板商品であります木の葉型チョコレートリーフメモリーをはじめ、トリュフやプラリネなど幅広いラインナップを展開しています。カラフルで可愛らしい見た目が印象的ですけれども、見た目だけではなくて素材選びや製法にもこだわりがあり、日常使いからギフトまで幅広いシーンに対応できる点が魅力的です。店頭には高保存の商品から詰め合わせまで用途に応じた商品が並んでいまして、価格帯も比較的手に取りやすいような印象です。
またチョコレートは一粒ずつ異なる味わいが楽しめる設計になっていまして、少しずつ食べ比べしやすい点も魅力の一つです。素材はカカオの風味を生かすことを意識して選ばれていまして、甘さが穏やかで癖の少ない味わいのため、相手を選ばず送りやすい点も選ばれている理由の一つです。季節限定商品やパッケージ違いの商品が登場することもありまして、訪れるタイミングによって売り場の表情が変わるのも楽しいです。またパッケージはデザインだけではなくて、商品の品質を保つために温度と湿度に対する配慮まで徹底されています。チョコレートを最高の状態で味わうための工夫が至るところに施されています。もちろん1月9日からはバレンタインキャンペーンもスタート。バレンタインで人気なのはモンロワールオリジナルハートシリーズ、ハートインハート。今年はパッケージをリニューアルしたようで、3色のハート、ストロベリー、ホワイトミルクが彩りよく楽しめるようなそんなメニューになっています。ぜひ公式ホームページ等も参考にしていただきつつ、購入をご検討ください。そして最後にご紹介しますのは本棚コーヒー。モノレール沿いに商業施設が立ち並ぶ立川北駅エリア。その一角にありますパークアベニューの3階。オリオン消防内に併設されていますカフェがこちら本棚コーヒーです。名前に本棚とありますので、オリオン消防の本が読めるかと思いきや、本に関しましてはご自身で購入されたもののみになっていますので、その点はご注意ください。駅から近い立地で利便性がありながらも施設の上階に位置しているため、外の喧騒が入りにくい、そんな構造になっています。そのため人の流れが落ち着いていて、ゆっくり過ごす目的で訪れる方が多いような印象です。そんな本棚コーヒーは立川の老舗書店として知られていますオリオン書房の中にあります。地域に根ざし、地域に愛される本屋でありたいという思いのもと運営されている本屋さんなので、その本屋さん含めて楽しんでほしいようなカフェです。店内はテーブル席を中心としたレイアウトで席数にも余裕があります。また窓際の席に関しましてはコンセントも完備されていますので、ちょっとした作業向けにもおすすめかもしれません。そんなカウンター席からは立川の名物とも言えますモノレールを眺めることもできますので、その雰囲気も含めて楽しむことができそうです。またコーヒーにもこだわりがありまして、毎月提供されるコーヒーの銘柄も変わっているようです。ぜひそのラインナップを確認しつつ、お好みのスタイルでコーヒーもいただいてみてほしいです。さて、そんな本棚コーヒーで今回いただきましたのは手作りのシフォンケーキ、加えてアイリッシュ風のコーヒーです。アイリッシュ風コーヒーはウイスキーとホイップクリームにシナモンを合わせたクラシックなドリンク。アルコール感は強すぎず、コーヒーの香りとクリームのまろやかさがバランスよくまとまっていました。もう一つは手作りシフォンケーキ。軽さのある食感が印象的な一品。ふんわりとした口当たりで甘さは控えめに仕上げられています。コーヒーと一緒に食べ進めやすく、食後のデザートとしても重たさを感じにくい内容になっています。シンプルな味わいになっていますので、素材感がわかりやすく、ドリンクを選ばず合わせやすい一品になっています。ぜひ立川エリアで静かに過ごせる場所を探している方は、こちらのご利用もご検討ください。さて、ここからはアフタートーク。日々のランチタイムどう過ごしているというテーマです。今回は老舗の洋食店、ランチビュッフェが楽しめるスペイン料理店、ちょっとリッチに楽しむような鉄板焼きのお店など、様々なランチタイムの過ごし方をご提案しました。とはいえ仕事の合間だったりとか土日とは言っても限られた時間に楽しむランチタイム、皆さんはどのようにお過ごしでしょうか。私も平日など時間があまりないときはお弁当で済ませてしまうことも多いんですけども、なるべく時間に余裕を持って外でランチすることもあります。そんな時の様子をこうやって動画にしてお伝えするようにもしてるんですけども、皆様は普段どのようにランチタイムをお過ごしでしょうか。もちろんカフェのランチも結構おすすめだなと思っていまして、意外とボリューミーだったりとか、そもそもカフェで提供されているランチなので、あまりボリューミーすぎず食べたいという方だったりとか、食事自体は軽めにサクッと食べつつ、読書や作業に当てたいという方もいるかもしれません。あとはベーカリー特集などをしているように、パンをテイクアウトする方もいるのかなと思っています。ぜひ平日のランチの過ごし方、土日祝日のランチの過ごし方、合わせて教えていただけるとありがたいです。この動画がいいと思いましたら、チャンネル登録といいねよろしくお願いします。
また、インスタグラムではより早い情報をお届けしていますので、そちらのフォローの方もよろしくお願いします。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。